うまくできるかなんて正直わかりません。だけどやってみたいと思いました。不安とワクワクが交差する中で私はカメラを回し始めました。皆さんこんにちは、ちさこです。出発準備の映像を見ていただきながら少しお話ししようと思います。今年の9月、北海道へ行ってきました。すでにおっチャンネルや仲間たちのチャンネルでご覧になった方もいらっしゃると思います。そして時はすでに11月後半、季節も夏から秋を越えて冬へとあっという間に移り変わってしまいました。そう、ここ数年ずっとこんな感じで、これまで簡単にできていたことに何倍もの時間がかかったり、ほんの少しの心の負荷で体が思うように動かなくて寝込んでしまったりして、そんな自分を責めたり受け入れようとしたり、その狭間を行ったり来たりしながら葛藤の日々を過ごしています。この北海道ツアーへの参加はもちろん楽しみだけど、その裏で一つだけ不安がありました。それは長期間の旅は会社の売上の低下に直結するという現実です。動画を投稿して収益が入れば助かりますが、九州ツアーの動画でさえ半年遅れの公開。そもそも私は自分の好きなことを軸に日常を切り取り動画にしているので、 YouTube のアルゴリズムには好まれていません。アルゴリズムに寄り添えば少しずつ YouTube におすすめしてもらえるようになるかもしれません。だけどそうすることで自分らしくなくなってしまう。後から自分が見返したくなる動画を作りたい。自分に嘘のない動画作りがしたい。収益を得るための動画作りをするなら、本業の方で動画を作る方が何十倍も効率がいいです。実際、私の YouTube チャンネルの収益は動画1本あたり数百円から数千円程度。どう考えても収益を得る目的であれば、本業での映像制作を再開するべきです。ただ、心のバランスが体調に直結したりして、クライアントワークは今の私にはとても負荷が大きく、人とのやり取りが難しくなります。YouTube 動画を作ることでいろんなチャレンジをし、リハビリをしている。そんな感じです。話がそれてしまいました。ツアーの動画をどう描こうか。今までとは違う何かを加えられないか。そんなことを思いながら一人悩んでいました。そんな時、ヤマディから一本の動画のリンクが届きました。海外では Vlog をドキュメンタリー映画みたいに作ってる人もいるらしいよ。その動画を見た瞬間、衝撃が走りました。それはかつて私がいつか作ってみたいと夢見ていた世界だったから。シネマカメラを買ってマイストーリームービー、人生という名の物語、バースムービー、新しい出産祝い、こんな風な人生そのものを丁寧に映し出す映像を作り商品化したかった。だけど現実には時間も体力も足りなくて、サンプルの撮影はしたけれど仕上げる余裕はなくて、日々の仕事をこなすだけで精一杯でした。案件の中に少しでも取り入れられる表現があればそれを生かし作品作りをしましたが、それはやっぱりクライアントさんがあっての作品。自分の作品というには少し違います。だからリンクの動画を開いた瞬間、抑えていた、そして忘れていた気持ちが一気に溢れ出しました。綿密に構成されたシーン、カラーグレーディングにサウンドデザイン、その一つ一つがすべてこだわり抜かれていました。1年以上を費やしたであろうその作品は、ただの Vlog ではなく、一つの映画でした。やってみたい。心の奥からそんな思いが小さく、だけど強く溢れ出してきました。
北海道でそれを意識してやってみよう。ヤマディのその一言が背中を押してくれました。だけどみんなで楽しむ北海道、これまでの旅の雰囲気は壊したくない。じゃあどう描けばいいんだろう。正直その答えはまだわかりません。だけどその迷いも含めて今回は記録していこうと思いました。完成形は作りながら見えてくるかもしれないし、結局いつも通りの動画になるかもしれません。そう心が前向きになって北海道へ向けて車を少しだけバージョンアップしました。長い旅を安心して走れるように。今回はオルタネーターを高出力のものへ交換しました。走行中の充電をもっと安定させたかったからです。車は旅の相棒であり、お家のようなものです。整備をお願いしたのはちーぐみさんのご家族で滋賀県にある B リボーンさん。元トヨペットの整備士さんでハイエースは得意とのことでした。交換する際の工賃は無料でいいよとお父様が言ってくださいました。だけど私はそのままでは受け取れませんでした。だって技術ってそれだけで価値がある。時間をかけて積み重ねてきた技を当たり前のように扱いたくありません。だから私は私たちのできる形でお店のホームページ用ヘッダー動画を制作してお礼をしました。物々交換というよりも気持ちが循環していくような、そんな関係でいたかったからです。整備士さんはとっても誠実で、小さな不具合も見逃さずに向き合ってくれる方でした。大切な車を安心して任せられる、そんな方に出会えたことが本当に嬉しかったです。この時見つけていただいた他の不具合も後日修理していただき、安心して北海道まで行ってこれました。そんな中、編集も思うように進まない日が続きました。これまでなら1日あれば終わっていた作業が1週間かかってしまうこともあります。体調を良くするためには良い睡眠が大切で、そのためには朝日を浴びたり朝に散歩をすることがとても効果的なんだそうです。ワンコたちのためにも自分のためにも朝散歩ができるようになりたい。元気ではつらつとした毎日を過ごしたい。そう思って何度も挑戦するけれど、体調を崩してはまたやり直し。この日は前に一人で来た時に見た美しい朝日を撮りたくて、ヤマディを誘って一緒に出かけました。だけど少し出発が遅れただけで太陽の位置は全く違っていました。想像していた景色とはまるで違う。想定外のことが起きると私はまだうまくリカバリーできません。どうしてこうなったのか、その原因に心が支配されてしまいます。思っていた朝日と違う。本当はそう感じたなら、今目の前にある光景をどう美しく撮るか、そう意識を切り替えればいいのに。だけどその切り替えが難しい。準備に手間取った自分を責めてしまいます。出かける前になると脳機能が低下して動きも思考もスローになる。ドクターにはうつの症状の一つだと言われているけれど、それでも自分のせいだと思ってしまう。ヤマディに時間を使ってもらっているのに、何をやっとんのやろ。何がうつや。そんなん関係ない。自分を責める思考が止まらなくなります。ワンコたちはこんなに楽しそうなのに、楽しそうで嬉しそうなワンコの姿を見ると涙がこぼれます。これが
今の私。できる日とできない日があって揺れながら、それでも少しずつ進んでいる。いつかどんな自分も許せて包み込める大きな心になれますように。そしてみんなといるときはこういう気持ちを忘れることができます。それはみんながこんな私を理解してくれているからだと思っています。本当にかけがえのない仲間たち。だからみんなと北海道に行く。どんな旅になったか、それは次回からのお楽しみ。チャンネル登録して応援してもらえると嬉しいです。大好きやもん。